燃え尽きた野望そう池田さんにネタにされてたなんかこのぐらいだろうっていうものを超えていかないと。監督に怖い監督入ってた全員俺の前に小瓶を置いてなんか俺新人なの20本ぐらい飲んでるし先行きますかクイズが来ました。またですか？はい1982年、はい早見翔が初めて受けたオーディションで合格しターニングポイントとなった作品は何でしょう？マクロスです。正解は当たってます。勝ちに来てますね。そうですよ。これいきなりだからでかい役をやりすぎなんですよ。いやいやそうでもないですけどね。まあどうでしたマクロス？それはなんかすごい演技的になんか辛いものとかあったんですか？辛いってのはだからそのやっぱりね舞台の演技からどうするかとか、あとあれすごいもう狭間道夫さんからさ、小原さんからさ、神谷明さんからさ、もうあと鈴木さんとかさ、もうあと一番若いのでそれこそ長谷君とかさ、主人公ね、ものすごいこう年齢差のあるたくさんの人が出てて、そこで僕初めて声優ってこういう世界なんだってのが分かったな。オーディションいくつか受けてたけど、当時オーディションで受かると思って受けたことはあんまりなかったんですよね。でも僕このマクロスの時初めて僕受かるんじゃないかなって思って受けて受かったオーディションでしたね。すごいな。いや思ってるでしょだって受かるって。初めのうちはもう無我夢中だから受かるとか受かんないというよりもなんか行ってきて、行くと交通費いただけたじゃないですか。当時ね3000円もらえたんだよね。俺なんで1000円だったの今でも覚えてるのは、それはちょっと最近ですけど、夏で事務所でサンプルテープ取ってオーディションテープ取ってた、窓開けっぱなしでセミの音が入ってたみたいで、地のセミがね、そしたら監督に「お前はやるななかなか」って「まさか SE まで作ってくるとか」いやいやそうですね。次来ましたよ。堀さんです。僕ですね、1983年サイコアーマゴーバリアンハンス・シュルツで初ハンス・シュルツ役で分かった。はい、初2枚目悪役。ちょっと待ってください違うんですよこれね。そういうんじゃないの。さっきのと違うのは特撮だって僕言ったじゃないですか、アンドロメロスはね、あれは特撮。初アニメレギュラー。はい、そういうことですね。正解です。まあ当たりを教えてあげたみたいな感じになりましたよね。はい。それちょっと待ってくださいね。はい。そういうでかい役やって居残りだとかそういうのなかったの？なかったです。俺のそのサイコアンゴーバリアン居残りじゃないんじゃなかったよ。いまだに言われるんだもん。お前の NG でどれだけ時間かかったかって。いやそれぐらいできませんでしたからね。まあしょうがないと思う。でもそんだけ時間かけてもらえたっていうのはやっぱり愛情ですよね。俺は毎日辛くてスタジオ行くのも嫌で、スタジオでタバコ吸ってる時代ですからね。そうでした。そう出したってなんですかそうでした。であんな狭いスタジオで、もうみんなこうやって灰皿置いてあるんですもんね。置いてあった置いてあった。すごい時代でしたよね。1983年あたりで結構同じタイトルにご出演されてますけれども、なんかお互い認識ってある？いやロスピーダなんて僕はいつも兵士とかいっぱいやってたんで、翔ちゃんこの頃でいい役だもんね。なんかゲスト主役です。ゲスト、バイアムはかぶってないんじゃないかな、出るところね。で俺後半の方で、ジェダさんっていう、そうだから入れ違いが多いんじゃないの？多かったと思いますね。やっぱり似てるって言われてたから僕ら。声優プレイ。炎のアルペンローゼ、僕1985年まで行っちゃった。アルペンローゼ。これ和彦さん出てたやつだね。そうです。池田秀一さんとかで堀さんナレーターで僕本当覚えてるんだけど、次回のタイトルを言うっていうので「燃え尽きた野望」っていうねタイトルを言うのがあって、これが決まらなくてね100回ぐらいやってたもんね。これでさ、池田さんの今でもさ必ず剣言って
お前の燃え尽きた野望燃え尽きた野望野望そう池田さんにネタにされて表すタイトル読みじゃねえんだもっと決めないとダメなんだってね。さあアルペンローゼとかさ行ったじゃん旅行に。アルペンローゼ行ったなそういえば電車で行ったよね。そう電車でどっかの民宿に行ったらさ、先客がさそこの部屋を先客がいたんだよね。民宿だっけ別荘だ。そうか。それでみんなだからもう寝る部屋もないし雑魚寝みたいになっちゃったね。そうだった気がする。まあでも必ず行ってたね旅行打ち上げ旅行。昔に比べると長かったからね。1年とかね。1年とかやったから長いもんでみんな結構ファミリー的になって。ここで黒塗りがありますよ。85年1985年2人が共演した海外アニメ。これ海外っていうのは実は逆輸入アニメなんですねこれ。チャンチャチャンチャン銭形平次これマークが変わるんですよ。マークが変わる。向こうで先に声入れて、戻ってきて吹き替えとして僕らが男ばっかりのもう分かった。何言ってくんないのよ。多分すぐ分かるじゃんこんなの。せーのトランスフォーマーでしたね。覚えてるなねえ男ばっかりでね今でも覚えてますよ。僕ともう名前言っていいのかな打ち上げの日に言っていいのかなどの話？麻雀やってて打ち上げにちょっと遅刻して加藤清三さんに怒鳴られた話で何やってたのかな。俺なんか心の中で星一徹が本気で怒ってる懐かしいな。しかも朝の10時からねみんなでハイテンションでねやって男ばっかりのねスタジオ。当時って本番に対してもうすごかったじゃんみんなピリピリしちゃって、で俺さ当時優先じゃないこんなねこんなだから今みたいにこの刺さないヘッドホンでしょ、で刺すやつでしょ当時。そう刺すやつ。それでマイクを移動するときにこうやって抜いて違うところに刺すじゃないですか。それで焦ってるじゃないですか。こうやって抜くと人のやつ加藤清三さんまた一徹に怒られる。すいませんまた俺かその分可愛がっていただけたっていうのがあるんだけど。でも僕この頃に結婚したんですよ。でお昼多分お弁当僕持ってってた。新婚だったから何黙ってんだコンビニなんかない時代だもんね。ないもん、みんなだって昼からさちょっとランチビールとかってみんな飲んでる時代ですからね。ほんと俺も入ったばっかりの時もうみんな先輩たちランチビール飲んでてさ「いいんだよお前ビールぐらい飲んだって」なんて言ったってさガラッて監督怖い監督入ってて全員俺の前に小瓶を置いてなんか俺新人なの20本ぐらい飲んでるしもうこのガンダムダブルゼータのマシマーでねいや1000本ノックの毎日でしたよ。かっこいい。これでみんなに言われました。これはお前の演技次第でシャアになる役だぞって。でもお前の演技次第で途中でいなくなる可能性あるよって。でどうだったんですか？いなくなったですね嘘で最後戻ってきましたけどね87年からミスター味っ子。ミスター味っ子、高木渉君が見学に来てた時代ですよね。そういう時代だったんです。そうです、クイズがあるな。じゃあクイズいきましょうか。はい、OVA 〇〇〇〇早見翔が声優の仕事に生きがいを感じる転機となった作品は何でしょう。1987年。ヒント。天使じゃない。天使じゃない、悪魔ってこと。悪魔英語で言うとデビルマンだ。そう正解です叫ぶシーンが多かった。その声優に慣れてきてマイクの前での演技っていうのがこんなもんだろうって自分の中でも想定しているところでずっと声もね出してやってて、でもデビルマンやった時になんかそれをはるかに超えた迫力で演じないと全くそのデビルマンにならないっていうことが、判明しまして、
そこから自分の肉体を削ることが本当に大事なんだなと思って、やっぱりどこか一個その外すというのかな、なんかリミッターを外して演じなければいけないんだなっていうことを改めて認識して、そこから僕もうちょっと肉体労働としての声優がここから始まったって気がしてます。体使ってやんなきゃダメだっていう方に逆に俺ガンガン言われた方だから「いい声で喋ってんじゃねえ」って言われてもっとぶつかってこいみたいな、そういう精神論的な監督が多かったんで、そこまず破壊されたってのあったよね。その肉体労働だってだからなんかね、そうなんだよね、肉体ってなんか細胞から変わらなきゃいけないぐらいの、そのもう酸素の吸い方からこう二酸化炭素の出し方みたいな、そんなことかもしれないな、なんかこのぐらいだろうっていうものを超えていかないとね、役って演じられないんだよね、それが分かった時期かな。声優プレイ。そして燃えるお兄さん2人ともやってますよ。はい、これいいよいいだろういいよいいよっつっていいだろういいだろうしか言う、そればっかりですね。美味しい役ですわ。僕は不動明から知らぬ明になったんですね。ここは2枚目でしょ。2枚目2枚だからこうやって「知らぬいです」とかやったわけでしょ。そのところで俺は「いいよいいよ」っつって目。美味しいじゃないですか。風魔の小次郎とか、風魔の小次郎ありましたね。銀英伝も、銀英伝もね、銀河伝説あれ結構少人数で撮ってたよね。そうなんですよ。マイク1本ででっかいマイクをこうクレーンのようにこうしてね、こう輪になって撮ってたんですよね、あれね。結構なんか飲み会とか田中良樹先生とかいらしててね。本当？僕一度も飲んだことないわ。なんかすごい気さくにサインしてくださったり。持ってる？いや俺はもらってないんですけど。クイズがあるじゃないですか、ここに。そうですよ。堀内健は1990年「不思議の海のナディア」「サンソン」「キャット人間」テーマでナレーター徳川家徳川家こんなんばっかやなこの作品に出演し、コメディ作品で何々だと喋りすぎると面白くないことに気づく。コメディ作品で何々、まあ要はそんな難しいこと言ってないんですよ。面白いだろうとかっていうふうに、それが今の堀内健なのね。それは感じたのは今なんだけど、オーバーに喋りすぎると面白くないことに気づく。それは今分かってることだねそうこれはね、まあちょっともう言いますけど、セリフを真面目に喋りすぎると面白いことに気づくっていうのは、この時に俺思ったんだけど、この当時は本当に与えられたもので笑わしたのもあったけど、真面目に一言一句はっきり言って笑わそうとしても全然引いちゃうんだよね一生懸命すぎたっていうのが、とにかくちゃんと喋んなきゃいけないって与えられたものはっていうものに少し力が入ると、俺今の自分の心の支えにしてんだけど、コメディっていうのはガンガンいった時に人が引いちゃうって、この勢いにいって、いかにこのナチュラルとか普通に喋れて笑わすことができるかっていうことは今だね。だから一生なんかその都度ね、今は今で悩みはあるし、だから常にね進化しなきゃダメなんだと思ったりもしますよね。90年代 X カイザー勇者シリーズっていうのが、サンライズで立ち上がりまして、その第1回目なんですけど、ロボットの声って僕その前もちょこちょこやってたけど、ロボット単体が乗るんじゃなくて、ロボットが宇宙ロボット生命体として喋るっていうので初めてやったんで、しかも子供たちのためのアニメっていうのをやってなかったんで、ここが僕多分初めてなんですよね。これ純粋に子供のための、アニメだなっていうのをすごく感じて、これもだから声優の転機としてはもう一個あるのかなと思いますね。生まれてから90年まで今振り返ったんですけれども、記憶から消そうとしてる仕事、自分がその仕事に行って嫌だったなとか、そこに行くのにもう朝お腹痛くなっちゃうとかね。そんなのあった？全然そういうふうに見えないんだけど。あったよ僕一時。
かやっぱこれ聞いてるね、これからプロを目指すとか若手とか若手見てないと思うけど見てるのかな。見てたとしたら、はい、速水さんでもそんなことあるなってね。だけどまあ全て魂を込めてやってきて、そうですね、だからこうやって振り返ると懐かしいっすって、ギュウギュウしないで。うわ綺麗、お下に下がってるぞチャンネル登録よろしくお願いします。